皆さん、こんにちは。今夜は私たちが学校で習った歴史の常識を少し違った角度から眺めてみたいと思います。飛鳥時代。この時代を象徴する人物といえば、やはり聖徳太子、戸宿の王子を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。では、推古天皇についてはどのようなイメージをお持ちですか？例えば、日本初の女性天皇という肩書き。あるいは聖徳太子の陰でただそこにいた存在といった印象でしょうか。しかし少し視点を変えると別の姿が見えてきます。彼女の在位は592年から628年。これほど変化の激しい時代にあって、およそ36年にも及ぶ長期政権を維持しました。考えてみてください。単なるお飾りがこれほど長く玉座を守り通せるでしょうか。この長さこそが彼女が激しい権力闘争を勝ち抜きリーダーシップを発揮し続けた極めて有能な統治者であった事実を何よりも雄弁に物語っているのではないでしょうか。今夜は歴史の中に隠された推古天皇について紐解いていきましょう。ではまず、推古天皇とはどのような人物だったのでしょうか。彼女が歴史の表舞台に立つことができた最大の要因、それは彼女が生まれながらにして持っていた特別な血筋にあります。彼女の父親は第29代金明天皇、そして母は蘇我の北志姫。母方の一族は当時の朝廷で最も力を持っていた豪族の一つ、蘇我氏。父は天皇、母は有力豪族。この王権と蘇我氏をつなぐ立場は、後に彼女が政治の舞台でリーダーシップを発揮するための強力な後ろ盾となったのです。そしてもう一つの大きな要素が経験です。彼女のもともとの名前は額田部の姫巫女。18歳の時、離脱天皇の后となりました。ここからの約15年間、彼女は天皇の最も近くで過ごすことになります。それは単なる結婚生活ではなく、権力の中枢で何が起きているのか、政治の裏側を間近で観察する期間でもあったと言えるでしょう。この時に養われた政治感覚やバランス感覚は、後に彼女自身が国を治める際、かけがえのない財産となったのではないでしょうか。その経験が生かされる時は、夫、離脱天皇の死とともに訪れました。まず、蘇我氏と物部氏による権力闘争が激化する中で、次に即位した陽明天皇もほどなくして亡くなってしまいます。この混乱の中、叔父の蘇我馬子は物部氏を滅ぼし、権力を握りました。その後、崇春天皇が即位しますが、崇春天皇は次第に馬子と対立を深めていきます。そしてついに、崇春天皇は暗殺され、政局は再び不安定になります。短期間で天皇が次々と入れ替わり、最後は殺されるという異常事態。こうなると軍神が求めたのは、この混乱を収め、政局を安定させられる人物でした。そこで浮上したのが、額田部の姫巫女です。金明天皇の娘であり、離脱天皇の后として、長く宮廷の中枢にいた人物。王権の血筋と現実の政治を知る経験、その両方を備えていました。軍神たちの意志はこうして彼女に集まります。こうして39歳の彼女は推古天皇として即位します。日本初の女性天皇の誕生です。では次に彼女の功績を見ていきましょう。推古天皇の功績は多岐にわたりますが、特に重要な3つのポイントをその目的と一緒に見ていきましょう。1つ目は仏教による国づくりです。推古天皇は即位の翌年、三方交流の詔の理を出したとされます。これは単なる信仰の話ではなく、国として仏教を受け入れ、広げていく方針を示したものです。飛鳥寺などの寺院建立が進んだ結果、建築、仏像、技術、学問が飛躍的に発展し、華やかな飛鳥文化の土台が築かれていったのです。2つ目は、外交による国家の確立です。当時、大陸では約300年ぶりに隋が中国を統一していました。この巨大帝国に対し、推古政権は遣隋使を送り、
国としての立ち位置を確立しようと試みます。小野の妹子の派遣や、有名な国書のやり取りもこの一環です。外交とは単に手紙を送ることではありません。相手を迎える儀礼、国内の秩序、国の形式、それら全部が揃って初めて国家としての体裁が整います。推古政権は対外的な振る舞いを通じて国としての形を内外に示していったのです。3つ目は、国を動かすシステム作りです。豪族の力関係だけで政治が動くとどうしても争いが絶えません。そこで推古政権は官位12階のように序列や役割を整える仕組みを導入しました。もちろんこれで一気に完成したわけではありません。しかし、後の律令国家へとつながる重要な下地がこの時代に形作られ始めたこと、これが極めて大きな意味を持つのです。そしてこれらを実行するために不可欠だったのは最強のチームの存在です。教科書では聖徳太子一人が活躍したように描かれがちですが、実際は違いました。政治の実務を進める大臣の蘇我馬子、新しい理念、特に仏教を理解し政策を支える馬宿の王子、そして彼らの能力を最大限に引き出し最終的な決断を下す最高指導者推古天皇。彼女は2人の才能を巧みに用いた優れたバランサーであり真のリーダーだったのです。女性であっても実力があれば国を治められると証明したこと、そして豪族の連合体だった国を制度と政策で動かす国家へと近づけたこと、この2点は後の時代に大きくつながる遺産となりました。歴史の陰に隠れがちだった日本初の女性天皇。しかしその実像は激動の時代をしなやかに、そして力強く生き抜いた極めて有能な統治者でした。彼女の物語は1400年の時を超えてリーダーシップとは何かを今の私たちに静かに語りかけてくれているような気がしませんか？今夜は推古天皇の真実の姿についてお話ししました。ありがとうございました。